タッチ、猫とか、はいはい、フェム、ボイ、中性、セクの話、どんな人がモテるみたいなのがある。私は実は以前を経営してました。アニョーアニョン、よぶとよぶチャンネルの J とおよねです。結構質問の中でもね数が多かったんですが、韓国の LGBT 事情について教えてくださいっていうことでした、はい。ただね日本にもずっと住んでるので、そんなにめちゃくちゃ詳しいわけではないけどね。そうなんよ、もうなんか今の韓国の LGBT 事情でどんな雰囲気になってるかは正直わからない、でも自分が昔韓国に住んでる時の雰囲気とかそういうのは話すことができるんじゃないかなって、あと今ある事実だけを説明することもできるんじゃないかなって感じですね。まずあれですね、日本で言ったらほらタッチとか猫とか、フェム、ボイ、中性みたいなあるじゃないですか、それとかもあります？そうですね。で一応用語は日本だったらタッチ、韓国だったらギブ。ギブはリードする側、リードする側ですね。英語なんだ。そう、日本語だったらリバー、韓国語だったらギブアンドテイク。日本だったら猫、韓国語だったらテイク。バリたちはオンリーギブで言って短くしてオンギブって言うんです。バリ猫はオンリーテイクって言ってオンテって言うんですよね。そうテイクがリードされる側っていうのがもうセクの話。でもなんか前コメント欄でさ、私さブチって言われた。そう日本人のブチだってコメントあったんですけど、ブチペンチョンチョンはちょっとね古い用語でも今でも使われてるんですよね、でそれもギブアンドテイクみたいな感じの用語と似たように使われてます、ただブチの方がなんかこう中性的とか、あとボイッシュな人を指す時によく使ってて、でもそれも昔はそれがもうセクの話で分けられたやつだったんで、チョンチョンはリバ。最近そのチョンチョンっていうのあんまり使わなくて、無성향って無性子なんか別にタッチでも猫でもないよみたいな。リバリバ、そうリバのことをチョンチョンって言うんですよ、なるほどなるほど。だからちょっとね日本みたいにはっきりそうやってバシッて分けられる部類があんまりない。なるほどね、でいろんな場合によって当てはめられるんで、最近はなのでそんなにブチとかペンとか、そういうのはあんまり言わないかも。なるほどね。でボイッシュだったらブチっていう風に言うんですけど、あんまり言わないかな。ね、どうなんだろう。コメント欄でね、もしね現在各国に住まれてる方がね知ってることがあったらまた教えていただきたいな。そうですね、難しいですねこれ、住んでないしね特にね。あと事情って言ったらあれだけど、どんな人がモテるみたいなのがある。私のアメリカ人の友達が言うにはボーイッシュが結構モテるらしい、アメリカでは。それ聞いて意外だったのはなんでかっていうと、日本はボーイッシュはあんまり人気ないです、フェムか中性がこう二大柱みたいな感じで、なんでか知んないけどボーイッシュはモテないと言われてる。私は分かんないけど、っていうふうに聞きますね、お化粧してる中性とかモテますね、ショートカットでボーイッシュの服装なんだけどまつげがバサバサしてちゃんとお化粧してるとかっていう人は結構モテるかなって思います。これなんでわかるかっていうと、別に隠してるわけじゃねなかったんですけど、私は実は以前大阪の堂山町というねゲイタウンがあるんですけど、そこでウーマンオンリバーを経営してました、ねえ、レズビアンバーの社長だったんですか？そうなんですめちゃくちゃレズビアンたくさん出会ってきましたんでね、傾向的には間違ってないかなっていうふうには思います、でもレズビアンバーっていう感じではあったんですけど、ウーマンオンリーバーだったのでのんけのね、ストレートの女性もたくさん遊びに来てくれて、女性だけで飲むことができるお店を経営しておりました、その時のお客様にも見ていただいてるみたいで元気ですですね。あと韓国で出会いの場所は日本と似たような感じではあるんですけど、アプリのももちろんあるし、ツイッター
あとインスタグラムうんうんでカフェっていうポータルサイトのヤフーみたいなところのそのコミュニティ作成できるコミュニティがあってそのコミュニティで出会ったりとかはあるんですよね。そういうコミュニティに自分の顔写真とか載せて友達になりましょうとか恋人募集中ですとかいうやつはありますね。あった。私たちがあったみたいなこうアプリは携帯のアプリあるっちゃある。出会い系アプリみたいな。あるっちゃある。アウティングされるのが怖がってるっていうか、まあアウティングする人多いからそうだから自分を保護するために、やっぱ自分が女性だと認証しないとアプリに登録できなかったり、お互いにチャットのやり取りを何回以上しないと顔写真を見ることができなかったり、もう結構厳しいんだ。そうです、で結構保守的に厳しい感じがあるんですよね。まあ、アウティングっていうのはねちなみにちょっと言っておくと、バラされるってことね、第三者から、ゲイだあの人ゲイだよってねバラされるってことをアウティングって言います。これ結構間違える人が多いと思うんですけど、例えば私がこの人と友達です、で私がこの人に対して実は私レズビアンなんだってカミングアウトしました、で私たちはとっても仲がいいです、だけどこの人たちだけの間のカミングアウトです、でこの人が自分と仲いい友達だから別に他の人に言っていいやってなって、他の人にまた言ってしまうっていうのは、J さんってレズビアンなんだってよみたいな感じで言ってはダメなんですよ。そうこれがアウティングなんですよ。これあるよね。前会社であった。よくある。もう全然知らない人たちにまで広まっててめっちゃ嫌だった。なんか更衣室で「見ないでよ」とか言われた。そう見てねえし、はあって。あとねレズビアンだったら、女の体に全て見てはあなんかムラムラするって分からない方は思うと思うんですよね、でもないんですよ本当に。のんけの女性が男性だったら誰でもいいかって話、それと一緒だからね、そうなんです。そう好きな人だったらもちろんそれは裸も嬉しいけど、でも実際に自分も女だからね、女の体に興味がめちゃくちゃあるわけでもないわけよ、だって知ってるから。そう、男とは違うよっていうことをまあ分かっていただければなって思います。友達のことは友達としか見てない。同僚は同僚とでしか見てない。だから変なフィルターをね取っていただければありがたいかなって思うね。あとは前の動画でもちらっと話してたんですけど LGBT のお店、私正直ゲイのお店はどこにあるか正直よく分かりません、でレズビアンの店があるところはホンデっていう、クラブとかそういう飲み屋とかがいっぱいある街なんですよね、駅の名前なんです、でそこら辺が一番レズビアンのお店がありますね。ホンデにいっぱいありますので、まあインスタとかツイッターで検索したら出てくるんですよね、だからそちらの方で見ていただければいいと思います。そうですね、J さんが初めて女性とお付き合いしたのが高校生ぐらいの時で、その時の話とかもねもう参考になるかなっていうのはあるけどね、どうやって出会ったんですか？高校2年生の時に出会ったのはその当時チャットのそういうサイトがあったんですよね。でそっから LGBT の用語があってそれをチャットルームで設定してて、そこからも入ってくるグループみたいなやつで、まあ、話して話がよく合うなっていう人にこう写真交換してちょっといい感じだったら実際に会ってみてみたいな感じ、掲示板。そうですね、掲示板みたいなでやってました。時代だね。時代ですね掲示板だったもんね昔はね。昔はそういうスマートフォンとかじゃないからね、パソコンかガラケーかそうだよね、でその人と気があって初めて会った。同じ町の人。そう地元同じ。年齢は大学生。お姉さんですね。お姉さんでした。だった。昔からオンニが好きです。年上が好きなんで。そうらしいですよ。韓国でも昔ハリスさんっていう方がいらっしゃって今芸能人なんですけど、その方が化粧品の CM でも話題になって、めっちゃ綺麗な顔してて、でも実は男だ、で初めてトランスジェンダーが広まった。なるほどね。そうですでそこから性適合手術を受けたら、戸籍上
の変更ができるようになったんですよね。そう本当はできなかった。なるほどね。そうですそうです。あ、じゃあ日本よりもちょっと閉鎖的か、やっぱり。そうです。日本は昔からね、三輪明宏さんとかね、あとピーターさん、池畑慎之介さんとかっていう方がいらっしゃったんで、トランスジェンダーなのかな、ゲイなのかな、ちょっとわからないんですけど、そういう女の人の雰囲気をしてる男の人、あとニューハーフパブっていうのが結構工業的に流行ってたから、日本では結構トランスジェンダーの MTF は有名だった。F とかはない。ある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 。ショーパブみたいなでバーがあるんですよね。その点でもやっぱ日本の方が出しやすいっちゅうのはあるのかなっていう感じですね。芸能人とかではそんなに FTM の方は見かけません。いらっしゃいますけどもって感じやね。でも MTF の芸能人の方、あと女装家、の方は日本はかなり活躍して、地位があるね。そうだよね。で韓国も MTF の方は本当にその番組とか、そういうやつに、ほとんど出てる方はいらっしゃらないんですけど、YouTube とかでも結構多くいらっしゃるんですよね。でも FTM の方は番組とか YouTube とかでされてる方があんまりいらっしゃらないんじゃないかなって、なかなか言えないのかなっていうのはあるね。いるけど言えないみたいな、出せないっていうのは、日本もだって昔はそうだったからね。なんか日本は昔お鍋バーっていうのが、今もあると思いますけど、昔の昭和の時にね、お鍋っていうのが同性愛者、女性の同性愛者イコールお鍋っていうような認識だったので、私ははっきり言って自分のことはお鍋だと思ってました。レズビアンっていうことを知らなかったから、言葉をね、テレビでお鍋の人が出てて、スーツ着て、髪の毛こう七三分けしてさ、私女が好きだからこれになるんだって思ってた。私も子供の時そうだったかも。私女の人ちょっと興味があるなと思った時は、自分は男なんだって。そうなるよね。なんか女で女が好きってちょっとおかしいっていう感じだから、どうしてもだったら男なのかなみたいな考えになっちゃうこともあるかなって思うね。インターネットで今はね、いろいろとセクシャリティもわかるからね、良くなったかなと思います。なんか子供の時は私たちの上の年代はそういうレズビアンとかいないって思ってた。なんか何も知らないからさ、そういうインターネットもそんなに接することもないし、若い子たちしか見えないから、上の年代の人はそこまでいなかったんだなって思ってたんだけど、実際にはいたんよね。いたよね。そう。だからこれ見てくださってる視聴者の方でも、オンニーたちがね、年上の方たちがたくさん見てくださってるってことで、それめっちゃ嬉しいね。本当嬉しい。すごいなんかやっぱり大変な時代だったっていうことをよく聞くので、今結構オープンな、徐々に浸透してきたし、オープンになってきたんで、とても嬉しいですね。私たちもそうだね。私もでも昔はやっぱり隠し通してたし、もっとこうなんていうんだろう、自分の中で背徳感というか、ギルティーな気持ちがたくさんあったけど、今はもうなくなりましたし、お店やってるぐらいですからね、もうかなりのオープンゲイでね、できるようになったっていうのはありがたいかなって、ありがたいっていうのも昔けど当たり前なんだけどね、そうですね、人権としてはもちろん当たり前なんだけどね、っていうことになります。はい。いいじゃん。